村ラジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。何これ。何が来てんの？ジョニー・デップ？それでは今からこあれの長いナイフを口から飲み込み、そのままお尻から出します。マジかよ。兄ちゃんじゃん。何やってんの？うわすげえ。よいしょ。うわ次はすげえ。ここから、鼻からね。鼻にナイフ入れた。鼻にナイフ入れて。目から出てきた。すごい。なんで？ちょ兄ちゃん、俺だよ。おお、陽介。なんでそんな技持ってたの？お前もできんじゃないかお前。なんで？弟だろお前。できんだろお前。こんぐらいやってみろよお前。一回。じゃあどっかから入れてどっかから出しゃいいんだよこんなもん。いきます。もうどっから入れんだもんまず。このしゃもじをお右乳首から入れてうん左乳首から出します。お前人間か？もうできました。兄ちゃんなんて反応したらいいか分かんないよお前。お前ラジオだからってやっていいこと悪いことだぞお前。本当にお前現実ではな無理なこともそうだね何でもできるなラジオだと。ラジオすごいね。ラジオ何でもできちゃう。何でもできちゃうお前本当に。そんなことよりうん掛け声を教えに来たら大変なことになってたからびっくりしちゃって。危ない忘れてたよ俺も。そうお前今日も母音だけで教えるから耳を澄ませてお前よく聞けよ。今日はお前当てないとまずいかもしれない。おこれは本当？いくぞ陽介。今日の掛け声はこれだ。おいういういおあーん。おいういういおあーん。わかったか？これでもお前番組を勢いよく始められるはずだ。陽介頑張ってな。陽介さん、間もなくです。お前もう番組始まるじゃないかお前。3秒以内にさっき教えた掛け声を叫ぶんだ。ジョニー・デップとおかん。マサラカ。さらか。飲みすぎ。いや飲んでないんだよ。さらか。スパイアのマサラカ。こんばんは。時刻は深夜1時を回りました。スパイアボーカル陽介とドラムの健太です。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイアのバサラカをお送りしていきます。もう最悪だよ。ジョニー・デップにしか聞こえなかったわ。もなんでおいういういがどこがジョニー・デップうおに聞こえるの？いういういおいういういおかーんでおかーんってさそのままだから母音を言ってるだけだよね。おあーんって言ったのがおかーんに聞こえたの。まあ聞こえるな、これは聞こえるわ。おかん。ただおいういういはジョニー・デップには聞こえないよ。何ういお尻フリフリだよ。それお尻フリフリドッカーン。ドッカーンね。これスタッフがもう一番これ最高傑作ですって思ってる。俺が言いそうだ。そう、もうあれだよね。俺に合わせてちゃダメだよ逆に。いやでも合わせてすら外すそう外すからでも今日のお題は、いけそうな気はした。本当。なんかこうレベルが同じぐらいっていうか。そうだね。それがいいかも。これがただハマらなかったなっていうだけで、そうそう、それだけだと思うわ。いけそうな気がする。いけそう。うん、なんかねうん毎年年末に、うんユーキャンがその年に流行った言葉を選出し、その言葉に深く関わった人物団体を毎年表彰するユーキャン新語・流行語大賞。流行語大賞ね、やりますよね。その発表が、日付変わって明日12月2日、月曜日に行われる。でその裏で、ギャルの流行語を集計した、エッグ流行語大賞が発表されたらしい。そうなんだ。5位は発表してくれるの？ありがとう。風呂キャンセル界隈。4位はもうええでしょう。3位は知らんけど。2位はうますぎやろがい。うまかく。
1位がそれガチャ。じゃあそれガチャほんまごめんやで、知らんけどもうええでしょ。全部使える、はいガッチャンして。ガチャはでも俺初めて聞いたね。それガチっていうガチがガチャになんでなのね。それガチ、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 それガチャってことじゃない。スラングになっちゃったんだ。あまあ、ガチもスラングか。まあそうだよね、うん、確かに。なんかあれだね、俺さほんと昔からそうなんだけど、そう流行語が嫌いだ。嫌いだ嫌いだ。嫌いだ。そうね、使うのがすっごい恥ずかしいわけ。あ、そう。なんかさ、流行語ってみんながもう普通に言ってるから流行語になるわけだから、だから流行語になってなってから使うと、それはもうあれだよ、語流行だよ。語流行でもさ、それこそこれ3位とかの知らんけどはさ、もう流行語じゃないじゃん。まあこれはなんかもうあれだよ、殿堂に入ってるさ、スタンダードになってる。そうスタンダードなものになってるじゃん。そうなると使えるのよ。だから知らんけどはもう流行語とかになる前から、あ、じゃあなるほどね。そうじゃあ教えられてたからもうええでしょとか結構きつい。そうだから俺言わないじゃん基本的にもうええでしょってもみけんめっちゃ言うけどさ、すごい恥ずかしいの。だからどっちかっていうと俺はやっぱ最もフィジカルでの方が好きだからそれも流行ってるじゃん。でもそう、でも流行語にはなんないじゃん、長いしさ。それ最もフィジカルだよねとか言いにくいし、もういいでしょ言いやすいじゃん。でもどうする、流行語大賞入っちゃった。どれが最もフィジカルで最も絶対入んないじゃんまず。いや入りそうだよ。入る。いやそしたら俺もう使わない、恥ずかしくなっちゃうからそうそう、だからこうやってみんなが使ってるのが、そうやって流行語になるわけ。だから流行語大賞の後に、最もフィジカルで最もプリミティブって言っちゃうと、それはもう語流行だ。何その語流行流行らしたいのそれ今流行語大賞が出た後に、流行語を意図的に話すことを、語流行って俺は今決めた。絶対に流行語になんないよそれ。スタンダードにもなんないし、多分陽介来週忘れてるってことで、でもここあるよ。何スパイア内今年の流行語ありました。スパイア内っていうか俺と陽介の中ではもう絶対に問うてみるでしょもうそれしかないよ。メール行こう。ラジオネームいろはさん、ありがとうございます。こんばんは。ツアーお疲れ様です。お疲れした。僕は名古屋公演に参戦する予定なのですが、名古屋の観光でのおすすめやご飯のおすすめなど教えてほしいです。ライブの次の日もゆっくりできそうなので、たくさん教えてもらえると嬉しいです。ツアー気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。名古屋で言うとやっぱり味仙、行きやすいのはやっぱ名古屋駅の中にある味仙と、あと名古屋駅のある中にある、新幹線口の方かな。細い通路のところにね、多分今まだドトールかなんかの通路にお弁当屋があるんですよ。でそこにある味噌カツと、てかまあ味噌カツかな一番は。でおにぎりとかもあるんだけど、味噌カツがめちゃくちゃうまいね。ヤバトン。まあヤバトンもいい、ヤバトンも案外いいと思うかな。でもそんぐらいかな。俺はちゃんとちゃんと味仙のアメリカンが食べる。アメリカンあれだよ、薄味の方で、薄味っていうか辛みが少ない方でアメリカン。そう前行った時さ、辛いアメリカンになっちゃう。あー確かにそうだ、そう辛かったんだ。味仙味が変わるからね作る人そうまああれもいい味なんでしょ、出してるでしょそれが。そうなんか厨房の気分で変わるから。あれは確かに辛いアメリカンだったね食った時。いやびっくりしょ、イタリアンとかもあるでしょ。イタリアンは手が普通のやつが普通。そう普通の、だから辛みが肌感覚ね、普通のやつの3分の1の辛みがアメリカンっていう感じ。あの日はなんで？いやあの日多分3分の1なんだけど、多分作った元の、なんていうのだし、スープが作ったばっかりだったんじゃないかな多分仕込みすぐ後って多分痛いからやっぱ辛みの。そうなんだ、混んでたもんね。そうだからもしかしたら3倍をユージとかもみきが食ってる可能性がある。やばかったね。めちゃ辛いっつってたから、いいんじゃないですか。味仙とかね。で名古屋駅の中にあるんで、僕の言ってるやつは全部名古屋駅の中は結構ねうまいところ多いね。
ぜひ行ってみてください。飯はいい街だ。ぜひぜひよろしくお願いします。ということで番組では皆さんからのメッセージをまだまだお待ちしております、メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡.jp basaraka@fm福岡.jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。それではスパイアのバサラカ、この後深夜1時30分までお付き合いよろしくお願いします。スパイアのバサラカ、お送りした曲はスパイアで青でした。それではこちらのコーナーに参りましょう。友達お願いしますけど、このコーナーは皆さんの周りにいる友達から聞いたことを送ってもらうコーナーです。僕たちは絶対あんたの話でしょなんてことは言いません。ぜひ友達から聞いた恥ずかしい話を教えてください。ということで今週も来ております。聞いてみましょう。ラジオネーム文ちゃんさん、これは友達の話なんですけど、中2の頃、同じクラスだったその子は、新学年初の移動教室の帰り、一番にクラスに帰り着き、まだ誰も戻っていない教室になぜかすごくテンションが上がったらしく、教卓の周りを鼻歌を歌いながら一人でぐるぐる回ってたんです。よほどテンションが振り切れたのか、周りも気にせずぐる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 、そこを2番手で戻ってきた別の友人が当然目撃、ブンタッターブンタッターという鼻歌とともにぐるぐる回り続ける友達に衝撃を受けて立ち尽くし、その後爆笑。ひとしきり笑った友人から今日から〇〇さんブンタだねとその場で実に直球なあだ名をつけられたんだとか。数十年経った今、回っていた友人は中学以来の友人たちやその親御さんの間でずっと変わらずブンタタと呼ばれています。すごい。当時目撃されたブンタタちゃんは相当恥ずかしかったとのことです。そりゃそうだ、あくまでも友達の話なんですけど。いやでもなんかハートフルだね。なんかほっこり。じゃあこの送ってきた文ちゃんさんはあれなのかな、親戚なのかな。だからね、やっぱラジオネームと話がつながっちゃってる感じするんですよね。ちょっと友達の話ちょっとカバーしきれないよね。まあ友人の話なんでしょうきっと、ね。いやでも、最終的にすごいいい話ですねこれは、ね、めちゃくちゃいいと思う。だって恥なんてさ、なんでそんなテンション高かったんだろうね。まああるじゃんそういうことって。その中学校ぐらいだったらさイエーイってなった。いや陽介もあるじゃん。なんでそんなテンションなのっていう時。嘘。なんかわけわかんないこと言ってたりとかさ。一緒よ一緒。あ、それ。後々考えたら何だったんだろうって思うんだけど、多分その時こうすごく気分が良かったんでしょうね。そうでもさ、恥ずかしいことってすぐみんな忘れるから、本人以外。そうだね。そうでもそれがやっぱり数十年だって今に生きてんだよ、あだ名として、ね。いやすごい。いやめちゃくちゃいい話よこれ。中学校とか、学生の頃とかって、ね、こういう話やっぱ覚えてるよね。覚えてるね。これは移動教室っていうか、まあ体育の時だったかな、あれは女子が多かったんですごく、女子がクラスで着替えて男子が更衣室に行くっていうタイプだったんですよ。だから出てかなきゃいけないです、男子が基本的に。で僕もずっと年がら年中寝てたんで、起きたら女子が全員着替えしてました。なんかあれなんかさ、こうやって話だけ聞くとさ、なんか男性はうわいいなとかなるじゃん。いや俺はなんない。恐怖よ。恐怖。なんでこの人たちは、俺が寝てるのにここで平気で着替えてんだろうってなるよね。そうで俺がバッて起きてさ、こっち寝ぼけてんじゃん、えってなるじゃん。だって周りを見た瞬間に自分が悪者にされる。そうでもさ、悪者にされるなら多分ね、悪者にされた方がいいんだよああいう時って。もうね、なんていうの、異性として見てない、下げすんだ目。もう怖いよ。怖かった。しかもそれが高校生とかの時だったから、もう思春期真っ只中なわけ。高校でそんな目で見られてたんだ。変態みたいな。怖いって思って。あったね。やっぱ居眠り気をつけた方がいいですね。気をつけましょう。ね、ぐるぐる回るとかは全然やっていい。はい、やっていいと思います。はい、文ちゃんさんはすごくいいハートフルな話でした。
ありがとうございます。ということでこんな感じで皆さんが友達から聞いた話を教えてください。僕たちは絶対あんたの話でしょなんてことはカバーできる範囲でそうですねカバーできるので、カバーできない範囲が来たら言えません。言いません、言いません、あだ名とラジオネーム一緒だとちょっとカバーしきれないもんな。でも言わないでしょ、もう見て見ぬふり。そうですね。はい。ぜひ、友達が言っていた恥ずかしい話を教えてください、はい、メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡.jp basaraka @fm福岡.jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。皆さんが友達から聞いた話お待ちしております。スパイアのバサラカ。お送りした曲はスパエアで Just Like This 2023よりウェンディでした。陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です、はい、今週もたくさんお悩みが届いてます。はい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 。ラジオネームブラックチョコさん、ありがとうございます。陽介さん健太さんこんばんは。こんばんは。毎回楽しみに聞いています。おい。お悩みというかお二人に聞いてみたいのですが、ほうほう。現在福岡在住の大学生の息子が来年春、就職のため上京することになりました。当然東京での家探しをこれからしないといけないので、いろいろと情報収集中です。そこで東京在住のお二人にお聞きしたいのですが、住むならこの辺りが便利だよとかおすすめの街はありますか？はい、住む場所によって家賃や環境も相当変わるんじゃないかなと思っていますが、東京に行く機会もなかなかないので暇な時にネットで見たり人に聞いたりしています。実際に家を探すのは息子ですし、親がどうこう口を出すことでもないと思いますが、できるだけ情報は仕入れておきたい、ということで東京での家探しに何か助言があればお願いします。ちなみに勤務先の最寄り駅は目黒だそうです。ああいいところ。ではでは青ツアー、体に気をつけて頑張ってくださいね、ということで。ありがとうございます。目黒らへんか。ね、家賃高いね、その辺に住もうと思うとね。まあでも山手通ってるでしょ。山手通ってる。でバスもいっぱいあるでしょ、バスもいっぱいある。でまあ、目黒線もあるでしょ。あるって考えたら割と選択肢は広がってくるよ、ね、いや目黒は正直住む場所じゃないよね。そう目黒に住まなくてよくて、バスとか電車でまあ20分ぐらい離れたところに住むのが一番いいかなと思う、ね、いいと思うし、俺は、やっぱ東京住むなら、はいはい、ビルいっぱいなとこは嫌だなって思ってた。まあね、でも俺もそうだよ。やっぱビルいっぱいのところなかなかしんどいもん、だからあれだね、空が広いところを選んだ方がいいね。まあでもこのブラックチョコさんの息子さんがさ、どういうあれかは分かんない。例えばもうギラついてて、はいはい、俺は東京でみたいな、もうそうしたらもうやっぱ広尾とか広尾はやばくない？でもいやもうギラつきたいだったらもうやっぱ六本木ですよ。でも住めないじゃん、住めます住めます。あの辺もちょっと内側入るとあるんで、麻布とか麻布10番とか行けば、麻布10番まで行くとちょっとギラついてはないんだけど、あんまり、目黒か、目黒だったらそうだね。どうなんだろう、川崎とかってさ案外目黒って行きやすいんじゃないの？そんなことないんだから。行きやすいんじゃない？なんか行きやすそうな気するけどね意外とだから神奈川の方とか、神奈川とかでもいい気する。なんかあるじゃん、状況だから、東京にね、あれはダメだよ、その考えを僕はやってて失敗してるんでぜひその考えはやめた方がいい。やめた方がいいね。武蔵小山、武蔵小山ね。武蔵小山目黒線でしょ多分、あとは千足とかね、ポンと行けるところね。で西小山もあるか。もうあるね。だから結構急行とかが止まらない駅だと案外安いんですよ。だね。そのちょっと郊外出るとプラス目黒線の西小山とかあの辺だったら割とすぐでしょ多分。そう、すぐ結構すぐだよ。案外いいかも。なんか線で探すとか、バスで探すとかがいいかも。そう、路線で探した方がいいかもしれない。であまりやっぱ駅から近くても俺は微妙だなって思う。そうだね、駅近だとね結構ごちゃごちゃするしね。ごちゃごちゃするし、家賃高い。そう、家賃高いし、あとなんかこうなんだろう、やっぱちょっとね、歩いたりするのも大事だから、駅徒歩15分とかの方が意外とね良かったりするから、案外安くなるしね、家賃も。そういいんじゃないですか。その辺はお財布と相談していただいてね。だから、まあ環境ね、ギラつきたい時は、行けばいいね。行けるし、
行けばいい。でゆっくりだから、ゆっくりできる場所、落ち着ける場所が絶対家じゃなきゃダメだから、そうだね。あんまりごちゃごちゃしてるところよりかは静かなところの方がいい気はするな。そうだね。そういうのもね、街に行ってちょっと見てもらうのはいいかもしれないですね。はい。そしてぜひ参考にしてください。はい、お願いします。ちょっとすごいお悩み、本気の本気の悩みだねこれ。いきます。はい。ラジオネーム店長さん。陽介さん、健太さん、こんばんは。悩んでます。結婚4年目、子供3人の家庭です。ぶっちゃけます。あの行為が全然気持ちよくありません。もともとそんなに気持ちいいという感じでもなく、セックスレスに陥っております。傍から見るといい家庭だと思うのですが、旦那は金遣いが荒くギャンブラーです。まだまだ24歳。もう旦那と別れ、新しい人生を子供たちと歩んだ方がいいのでしょうか。これはね、分かんないよ。分かんない。これはどれが正解かは分からないけど、僕はもう多分店長さんがもう別れた方がいいなって思うなら別れた方がいいと。もう迷ってるってことはさ、もう別れようかなって何回も多分思ってると思うんだよね。お子さんが何歳とかもよるよね。でもまあ、でも子供はきっとね分かってくれると思うんだよね、お母さんの決断を。でも傍から見るといい家庭には見えてんでしょ。いやさ、もう傍から見たさ家庭なんて分かんないよ。いや今はほら、この店長さんの家族環境を一旦こう探って、いや分からん。もうね、だってさ DV をされている家庭も、外から見たら傷がなかったら分かんないわけだからこんだけ被害多いわけじゃん。やっぱりもう主観で見ることができないじゃん、人の家庭って。いや俺らが予想することしかできないじゃん、だからさ、多分店長さんのもう気持ち一個なわけよ。俺らがアドバイスできるのは、店長さんが思ったことを肯定するのか否定するかの二択なわけ今。もうね、予想しかできないから、予想で物事はやっぱりさ、話は進めちゃダメだから。でもさ、先が見えなくなったら、もう行っちゃっていいと思う。今だからあれだと思うよ、ストロボ状態だと思うのよ。先が見えなくなって見えてっていう状態だから、多分こういう考えになってると思うんだよね。もしかしたら別れた方がいいかもっていう。一番はでも店長さんがもう踏み切ろうって思ったら踏み切っていいと思う、俺はね。一番考えてるのが多分店長さんだと思うわけ。子供のこととか、そうね、その自分のこととか、いろんなことをやっぱり考えてるのはやっぱり母親っていうのが一番考えてるとは思うから、実際こんだけ多分悩んでると思うしね。だからもう店長さんが思った時が行動じゃない、もうだねって思う。なんかで悩むならご両親とかに一回相談してみて、だから変にこうなんだろう、もうグダグダしてないでいいと思う。もう別れた方がいいって思ったらもう別れていい気がするな。男に相談は絶対しちゃダメだね。いやしないってさすがに3児の母ですよ。いや、いるかもよ。いるかもよ。いますかね。いるかもよ。だからお母さんに相談もしかできないんだったら、絶対こういう問題は同性同士で話したらいい。ああ、なるほどね。だって同性の方がまあそうだわな、気持ちもわかるだろうし、もう基本的には多分店長さんが思った方に進めば舵を切っていいと思う。だから若いんだからとか結婚生活が短いんだからっていう理由で止められる可能性もあるけど、でもそれをやってると離れられないところまで行く可能性があるから、マジで時間は有限だから、そう。いやでもやっぱ一番は子供に嘘をついたような状態で生活をしてほしくないなって思うわけ俺は。なるほど。そうで別れたいと思ってて、ずっと自分が傷ついた状態で多分子供に接せられると、子供って多分分かるから、そういうの、子供がやっぱりいろんな気を使ったりとか、いろんなこうわがままを言えなくなっちゃう気はするわけ、だからやっぱお母さんが胸を張って、あなたたちのために別れるんだったら別れだって言える状態なのか、あなたたちのために旦那とこれから一緒にいた方がいいって思う人生を選んだって、この胸を張って言える方でいい気がするわけ。なるほど、そっち。嘘をついて子供と接さない状況を作るはやめ、正直がいいよね。そう、正直に子供と話せる環境に行ける方向でいいと思う、かな。もう俺らが言えるのはちょっとこれはね、分からんこと多いし、想像でしか話をできないから、
これだな、これだわ。子供だけを大事にして自分を傷つけないでほしい。そうだね、それもそう。自分を大事にして自分を大事にしないとやっぱ子供は愛せないでしょ。そうだね。で子供も分かるしねそれ。分かると思う。いやちゃんとしたお悩みでした。はい。ということで番組では皆さんからのお悩み募集しております。はい。目玉焼きに何かけるみたいなものからカップラーメンのお湯1000より上下どうすればいいこういう時に使うのか。高低差で耳キンするってこれみたいなものまで幅広く募集しております。気負わず送ってみてください。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡.jp basaraka @fm福岡.jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。はい。皆さんからのお悩みをお待ちしております。お願いします。スパイアのバサラカ。お送りしているのはスパイアでジャストライクディス2023より What is Love です。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングです。はい。いやー What is Love この選曲が合っているかどうかはねちょっと謎なんですけどまあまあでもなんか面白いものからね深いものまでね、なんかラジオらしくなってきたね。うん、すごい良いと思います。いやもう全ての人にラブですよ。いやそりゃそうだよ、うん、本当に。でラブが欠如した瞬間に、そこからラブは得られないから。そうですね。みんなのことを愛していきましょう。そうです。ぜひみんなもね。はい。現在我々新曲青がリリースされております。こちら、テレビアニメ青の見風呂のオープニングテーマです。こちらもぜひ見てください。はい、お願いします。青を引っ提げて、全国ツアースパイアツアー青も開催中です。明日12月1日日曜大阪ナンバー8です。はい、愛を持ってね。愛を持ってライブしますね。愛はいつもあるから。はい、愛ですよ。ぜひ来る方はね楽しんでいきましょう。はい、お願いします。年末12月29日日曜日はカウントダウンジャパン、こちらにも出演が決まっております。ぜひ皆さんお越しください。来年もねもうライブ決まってますよ。3月2日日曜配給テンスイベントネクストステップ有明アリーナで開催されますので、こちらもご興味ある方はぜひお越しください。お願いします。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡.jp basaraka @fm福岡.jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信しておりますのでぜひお聞きください。ということでこの時間のお相手はスパイアボーカル陽介とドラムの健太でした。それではまた来週。